はい、のちゃん。金子でございます。ということで、今日なんですけども、釣りにやってきております。ルアーで釣る釣りじゃなくて、こんなちっちゃな生きたエビを針につけて落として釣る釣り。まあ、いわゆる餌釣りですね。エビでタイを狙っていこうかなと思います。こんな1匹、だいたい20円、30円ぐらいのエビです。それが、こんな大きな1匹、3000、4000のタイになればいいかなと。海の下にいますんでね。それじゃあ、ポイントに行ってきます。これが本日の餌、ウタセエビですか？そうです。ウタセエビ。スーパーでいうアカシャエビ。アカシャエビだ。美味しいエビじゃないですか、これ。いただきます。うまい。タッパエビみたいに100個一気に口に入れた感じですね。なかなかこんな鮮度のいいアカシャエビなんてね、いないので、初めて僕も刺身で食べましたけど、うまい。よっしゃー、よっしゃー。オッケー。来た来た来た。お、叩く。なんだなんだ。オッケー。お、来ました。うわー、いいサイズのタイだ。綺麗だ。よう超えたタイ。ここがほら太いでしょ、尻尾のここ。ね、体高もあってお腹も分厚いいいタイが釣れました。今日これ1匹で僕のおかずはバッチリなので、家帰って騒いでいきたいと思います。それじゃあシャク。ただいまということで、本日の釣果がこちら、マダイとクロダイということでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら。釣れたてのクロダイとマダイっていうことでね、1匹釣れたんですけど、もうちょっとだけ竿を出したら地合いが来て、2匹釣れました。で、しかもこれ、クロダイも釣れちゃいました。このカニはね、防波堤にいたんで、すくってきました。珍しいですよね、これ。なんか、ハーフらしいです。味噌汁にして。晩酌で食べます。というわけで今日はこちらのマダイとクロダイ釣れましたので、食べ比べをしていきたいと思います。でまだもう4、5硬直も進んでなくて、プリップリです。船長さんが綺麗にこう神経締めと血抜きもしてくれましたんで、処理は抜群です。なので今日はこれとこれ2匹。こちらをお刺身にして食べていきたいと思います。で、釣れたてですので、ちょっと僕は寝かした方が好きなので、鱗と頭と内臓、ぬめりとか血とか綺麗に取って3日ほど熟成させたいと思います。じゃあまずは鱗取っていきます。では、鱗が取れました。つい1時間前まで泳いでた魚なんで、目がキラッキラでしょう。本当に海が近いって最高だわ。はい、そしたら頭を落として内臓を取り出していきます。今日はカマの上から落とします。よいしょ、こういう感じ。クロダイも一緒ですね。ここから包丁を入れて、エラに沿って入れて、頭を落とす。こうするとカマが残りますんでね。そしたらこのヒレも落としちゃいます。ハサミでちょきちょき切っていきます。こんな感じ。マダイも一緒。こういう感じですね。そしたらお腹割っていきます。さあ、何食べてるんでしょう。うわ、胃袋パンパンだ。エビだと思うんだけど、エビの他になんか食べてるかな。これが胃袋ですね。久しぶりに胃袋チェックといきますか。うわ、なんか、硬いな。なあ、これ。うわあ、みんなエビですね、これ。見事にエビばっか。腐敗してるんで、これ、今日巻いたエビじゃないですね。だからあそこにはエビも住んでるんですね。じゃあ、こっち、マダイの方。うわぁ、何にも入ってないな、胃袋。あ、入ってる。ごめんなさい。胃袋入ってました。あ、でもこれもね、触った感じだと、エビですね。でね、こっちのマダイの方が、やっぱいいわ。腹の厚みもすごいし、脂乗ってる。そしたらこう、傷をつけて、ブラシで血を取っていきます。血は腐敗の原因なのでね、しっかり落としていきます。マダイも一緒。傷をつけて、で、ブラシでゴシゴシと。こういうのでもいいですよ。で、
そうしましたら、ペーパーでしっかり水気を落としていきます。やりすぎぐらい水気を取っていきます。この一手間が大事なんですよ。そうしましたら、お腹にペーパーを詰めて、で、脱水シートでくるみます。こういう感じですね。そしたらサランラップでさらにギュッと密封していきます。こういう感じ。これで冷蔵庫で3日ほど寝かします。そうすると旨味が増して美味しい白身に育ちます。じゃあ3日後に移動。というわけで10日間経過しました。いや、時間って過ぎるの早いね。一日一日を大事に生きようって思いました。はい、というわけで、どんな感じになってるでしょうかね。そうか、ピチッとシート巻いたんだ。それすらも忘れてたわ。かなり脱水されてるな。わあ、いい状態ですよ。こんな感じになっております。ちょっと表面はね、こう乾いてるように見えるんですけど、身はかなりいい感じに仕上がっております。そしたらこちら、おろしていきます。あ、ほんで、今日はこちらの熟成マダイを使って、黒鯛とマダイのごま、鯛茶漬けを作っていきたいと思います。絶対うまい。で、その茶漬けに出汁をかけるんですけど、その出汁にもこの鯛の骨で取った出汁を使っていきたいなと思います。そしたらまずこちら3枚におろしていきます。変な魚おじさんが置いてったこの包丁でさばきます。うわぁ、さばきやす。これね、100均の包丁なんだと思うんですけど、これ、さばきやすいな。ほら。このぐらいの魚さばくには100均包丁がいいね。こうね、しなるんですよ。こうね、このしなりがいいですわ。マダイですね。次はこちら黒鯛。黒鯛の方がちょっと身が硬いかな。こんな感じ。そしたら、カマを外していきます。腹骨をすいていきます。マダイも同様、カマを外して、腹骨をすきます。やっぱマダイの方がね、よう肥えてますね。そしたらこういう、アラですね。骨はいいので、こういうカマとか腹骨とか皮がついてるところのアラをザルに入れます。で、そこに熱湯をかけます。で、熱湯をかけると、こういうふうに取りきれなかった鱗が、こう逆立って取りやすくなりますので、こういうのを取ってきます。はい、では、鱗がきれいに取れた、こちらのアラと、それでは背骨。これも入れていきます。で、コト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 煮込んで、出汁を取っていきます。はい、ではその間に、鯛の皮を引いていきます。まずは血合い骨を取っていきます。皮付きでやってもいいんですけど、今日は皮取っていきます。ちょっと身がやけえな。こんな感じ。ちょっと血合いが傷んでますね。さすがに寝かせすぎたか。こっちが黒鯛ですね。こっちがマダイ、こっちが黒鯛。マダイの方が血合いが薄いです。黒鯛の方が血合いがしっかりしてますね。はい、そうこうしているうちに、お鍋からいい匂いが漂ってまいりました。で、ザルに開けて、よいしょ。油がいっぱい浮いてるでしょう。どんだけあの鯛が素晴らしい答えだったか、よくわかりますね。で、これを一度鍋に戻します。で、そこに昆布を1枚。超弱火で3分ほど煮出します。で、昆布の出汁が出たら昆布を取り除きます。で、一度ここで味見をします。
うわ、うまい。これだけでも十分仕上がってる。ちょっとだけ鰹節入れようか。花鰹を少し。鰹節がある程度沈んだら、こします。これで、鯛と昆布と鰹の合わせ出しの完成。そしたら鯛の切り身を漬け込む漬けだれを作っていきます。ボウルにごましゃぶのタレ。これだけでもかなり美味しいんですけどね。で、そこにお醤油。気持ちごまだれより少なめのお醤油です。で、みりん。で、お酒をちょこっと。これで漬けだれの完成ですね。そしたらまず黒鯛。黒鯛と真鯛分かりやすいように、黒鯛はこうやってコロッと切ります。で、真鯛は薄くそぎ切りにします。で、しっかり合わせます。で、その間に出汁、もうちょっとね、進化させたいなと思って、ちょっと塩を入れて、味を決めます。うわ、うまっ。みりんもちょっと入れます。で、お酒も、ちょんと。で、醤油もほんの少し。こんなもんでいいです。これでかなりうまくなったはず。うんまっ。で、これで出汁が本当に完成しました。そしたらこちらをご飯の上に盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。そしたらこの最高の出汁をたっぷりとかけていきます。よいしょ。ちょっとかけすぎぐらいでいいんです。こんな感じですね。そしたらすだちをギュッと絞って、じゃあまずは真鯛からいただきますね。うわ、うまっ。真鯛やばい。めちゃくちゃ美味しいです。ちょっと寝かしすぎたと思ったんですけど、大丈夫でした。次はこの黒鯛いただきます。うまい。またこのごまだれがね、いいアクセントになってるんですよ。これはうますぎるわ。この出汁が本当に美味しすぎる。出汁にすだちを絞って、うまっ。でも最後に仕上げで、ああいう風に塩とみりんと酒と醤油で味を整えたのは正解でしたね。もうないんですけどね。今日はこちらでやっていきたいと思います。せーの、でん。選ばれたやつ。ごちそうさまでした。ということで、今日は自分で釣ってきた鯛を使って鯛茶漬け作ってみましたけども、めちゃくちゃ美味しかった。今日釣りした釣り方が歌瀬マダイっていう釣り方なんですけど、愛知県ではかなり有名な釣りです。歌瀬エビ、アカシャエビですね。あれはね、愛知県とかそこら辺でしか取れないエビなので、ぜひ皆さんも愛知県に来た際は歌瀬マダイ釣りやってみてはいかがでしょうか。楽しいですよ。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。